おはようございます。ケンです。今日はテスラのニュースがいくつか出ていますが、正直に言うと株価を一気に動かすような派手な材料ではありません。ただ、今後数年先を見ると割と重要なニュースになってくるんじゃないかなって思います。まず一つ目のニュースです。レモネードという保険会社がテスラの FSD を使っている走行について保険料を約 50% 割引をする使用料ベースの保険を発表しました。ここで大事なのは、第三者の保険会社が FSD の走行リスクをデータで評価をしたという点になります。保険っていうのは感情ではなく自己率と確率で値段を決めるビジネスです。その保険会社が人が運転するよりも FSD が運転している時間の方がリスクが低いと判断した。これはね、かなり重い意味を持ってくるんじゃないかと思います。そしてこれっていうのは今後各国における FSD に対する保険、これがどうなっていくのかということの先駆けになるかもしれません。日本だったらテスラ専用となってくるとアークエイドという保険会社がありますけれども、将来アークエイドが日本においても FSD 搭載者に対しての保険料が下げてくるとか、そういった流れに将来的にはなっていくんじゃないかなと思っていますけれども、今後テスラの FSD の保険っていうのが世界的にどうなっていくのか、今回のこのニュースはその先駆けになってくると思います。では、2つ目のニュースに行きます。イーロン・マスクさんがサイバーキャブ、いわゆるロボタクシーについて1マイルあたり約 0.2 ドルで運用できるという話をしました。これは以前の決算発表でもしたことがあります。つまり 1km あたりで換算した場合にはかなり安い値段でロボタクシーが利用できるという話をまたしてきたということになります。これっていうのはエネルギー、メンテナンス、清掃、保険、減価償却、全部込みでの数字なんです。もちろんまだ実際に大規模運用っていうのをロボタクシーがされているわけではありません。ただ、これまでのロボタクシーの話っていうのは、技術的にこれからどのように進展していくのか、完全に運転手がいなくなるのはいつなのかといった技術的にできるかどうかっていうところが話の中心でした。しかし、今回っていうのは違います。採算が合うかどうか、つまりビジネスの話に踏み込んできているという段階に来たということになります。そしてそれに対しての3つ目なんですけれども、一方で楽観的な話ばかりではないというところです。ジム・チャノスやゲイリー・ブラックといった投資家が、いずれ投資家は利益を求めてくる、収益が伴わない評価っていうのは長く続かないと、かなり冷静なことを言っています。この指摘自体は何も間違ってはいません。今日のテスラはこの強気というところと懐疑、これが同時に存在している状態と言えるでしょう。ではここで今日の動画で一番大事な問い、これを皆さんに問いかけてみたいと思いますけれども、テスラっていうのは株価で評価される会社から仕組みで評価される会社へ移行しつつあるのかというところです。今日のニュースを並べてみると、ある共通点が見えてきます。それはどれも今すぐ決算に反映されない話だということです。FSD の保険評価も、サイバーキャブのコストの話も、そしてそれに対する費用などの話も、全部 EPS や売上高を直接動かすニュースではありません。だから短期目線で見ると、で、結局何が変わったのっていう風になりやすくなってくるんです。でも、少し視点を変えてみると、見え方っていうのが変わってきます。FSD は単なる機能ではなく、保険で評価される存在になり始めている。ロボタクシーは一歩進んでコストで語られる事業になりつつある。そしてその一方で責任は誰が持つのか、利益はいつ頃出てくるのかと、そういった現実的な議論も始まってきている。これはテスラが説明フェーズから検証フェーズに入りかけているというサインでもあります。はい、ということでここまでが今日のニュースの事実整理です。これからはこれらのニュースを短期ノイズなのか、それとも中期的な変化の入り口なのか、テスラ全体の戦略の中でどこに位置づけるべきなのか、これをもう一段考えてみたいと思います。はい、ではね、ここからが今日のニュースをもう一段引いた視点で見てみたいと思います。今日出てきた3つのニュース、FSD の保険の評価、サイバーキャブのコスト、そして投資家の慎重な声、これらはバラバラの話に見えて、実は同じ場所を示しています。それっていうのは、テスラが動くプロダクトから動く仕組みへ移行しているという点です。これまでのテスラっていうのは、
車を何台売ったのか、利益率はどうだったのか、そういった指標で見られてきました。もちろんそれっていうのは今も重要です。ただ、ここ最近のニュースは全体的に台数だったりとか、四半期を超えたような話で、中長期的な視点での話っていうのが多くなってきているんです。FSD は一度売って終わりの機能ではありません。使われ続けてデータが溜まり、事故率が下がって、それが保険に反映される。サイバーキャブも同じです。何台作れるのかっていうよりも、1マイルあたりにいくらで社会を動かせるのかっていう話になってきます。では、ここで投資家の判断ポイントで間違ってしまうところとしては、数字が出ていないっていうのが意味がないと判断してしまうことです。確かに今日のニュースだけで EPS が跳ね上がることはありません。そして今日のニュースの中には数字的にテスラはこれぐらい良くなっているよっていうものもありません。でも仕組みが成立するかどうかっていうのは数字が出る前に評価が始まっていきます。保険会社が動く、コストが具体化する、責任の議論が始まる。これっていうのは社会実装の前段階で必ず起きる現象です。一方で、ジム・チャノスやゲイリー・ブラックの指摘っていうのも軽く見るべきではありません。いずれ利益は絶対に必要になってきます。これは完全に正しいです。テスラは夢だけで許されるフェーズにはないんです。だから今っていうのは、期待と検証が同時に進んでいるかなり難しい局面とも言えるでしょう。今日のニュースっていうのは強気材料でもあり、同時にプレッシャーにもなってくるところでもあります。では今日の話なんですけれども、どう整理するべきなのかと言いますと、結論を一言で言ってみようと思います。それっていうのは、どの視点で見るのかです。今すぐ買う、売るとか、そういった話ではありません。ただ、テスラを次の決算でどうなのかというふうなだけで見てみると、今日のこの流れっていうのは見えてこなくなります。FSD、ロボタクシー、保険、コスト、これらはすべて時間差で効いてくるテーマです。今日のニュースっていうのは派手ではないんですけれども、積み重ねると意味を持ってくる内容です。一つ一つは小さく見えても同じ方向を向いているかどうか、そこは必ず確認する必要があります。そしてそういった視点で見てみると、ニュースの重さっていうのは変わってくると思います。最後に大きな動きが出た時に今日の話がどうつながってくるのか、もし将来 FSD の自己率データが本格的に開示された時、ロボタクシーの運用エリアが広がった時、決算でこの領域の数字が語られ始めた時、その時に急に始まった話、このように見えるのか、それとも前から積み上がっていた話、そのように見えるのか、その違いっていうのは今日のようなあまり大きなニュースではないんですけれども、こういったニュースを自分の頭の中でどう整理していくかっていうので決まってくると思います。今日はその準備の回というふうにも言えるんじゃないかと思います。次に動き出したらまた皆さんと一緒に整理をしていけたらと思います。はい、ではね、最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は上昇し、現在445ドルとなっております。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会、冬の会のお知らせです。ぜひ真冬の輻射熱、床暖房とはまた違う暖かさの次世代技術を体感してみませんか？こんな方におすすめということで、真冬のヒートショックが怖い方、逆に真夏の家での熱中症が怖い方、家の断熱性が悪くて夏が暑くて冬は寒い、これをどうにかしたいと思っている方、または経営者の方でオフィスの空調をどうにかしたい、電気代が高くなってしまい困っている、そんな方におすすめです。去年一緒に行った方で体感された翌日に買われた方がいます。その方は両親の家に設置されました。この理由が家も古くなり断熱性もない、また真冬のヒートショック、真夏の熱中症もエコウィンがあれば解決してくれると思ったからというものです。ぜひどんな感じなのか、これはね、体感しないと本当にわからないところではありますので、ぜひ体感をしてもらいたいと思います。では日程なんですけれども、2月9日の月曜日、こちらはエコファクトリーの東京支社で行います。
定員は10名で残り6名となっております。時間は10時から12時の2時間です。その後は近くでランチして解散でもしようかと思っております。僕も朝一で東京の方に向かいます。参加希望の方は僕の公式 LINE の方から連絡をしてもらえればと思います。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。